ナーシップ宣誓をしてきました。1人24,500、1ヶ月前ぐらいにメールで予約をしました。現住所を確認する書類、こういう感じで、なんか保険証みたいな感じ。私たちこういうものですって、この受領書を提示された方へ横浜市がお願いしてくれる。なんかめっちゃ VIP 待遇じゃなかった？なんかね、高校生以来の、あれは婚姻届を出す人には絶対味わえない VIP で特別な体験だったな。めっちゃめでたいじゃん私。Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have some up for anything like that. 皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。イエイ、ハッピーライフチャンネルです。我々ついにパートナーシップを結びました。イエーイ。私たち今年の結婚記念日7月15日に合わせてパートナーシップ宣誓をしてきました。パートナーシップ制度っていうのが自治体によってあるんですけど、私たちは横浜市のねパートナーシップを結んできました。はい、パートナーシップ宣誓についてはこちらの動画でも前にお話ししてるんですけど、知らない人もいると思うのでもう一度説明したいと思います。はい、パートナーシップ制度っていうのが自治体によってあるところとないところとあるんですけど、同性カップルを婚姻に相当する関係と公認する制度、国や自治体が性的少数者の権利を守り差別を禁止する公的制度を導入し、独自の証明書を発行することで社会的配慮を受けやすくする制度になります。結構一番最初にね、婚姻に相当する関係と公認する制度ってなってるから、婚姻と同じような感じなのかなって思ってる人も結構いると思うんですけど、全然違って、基本的には婚姻してないと受けられないものっていうのは何も受けられなくて、社会的な配慮を受けやすくする、やんわりした感じの制度になるんですけど、この制度がある自治体っていうのはその市や区自体が私たちがパートナーであることを認めてくれてるっていうことだから、ちょっとはねなんか嬉しいことというかいいというか生活する上で社会的な理解を得やすくするっていう部分だったり、自治体が認めることで2人の精神的な関係性をより強くするっていうことが主に結んだことで、精神的にねその顔やめてもらっていいですか。なので精神的なことっていう意味での結ぶ人が多いのかなっていう印象の、この証明書があることで理解が得やすくなるっていう、どういう部分でってご説明すると、生命保険の受取人になりやすくなる、家族として公営住宅への入居ができやすくなる、その申し込みができる、賃貸契約における理解、あとは家族割引だよね。携帯会社だったりとかいろんなところでの家族割引が受けられるかもしれない。病院での面会や同意の機会が得られやすい。夫婦間で利用可能な会社の福利厚生が利用できるかもしれない。何もないよりはこういう部分でちょっと優遇されるか、私たち的にはねそういうところっていうよりは記念今回横浜市のねパートナーシップを提出した時に私たちがどんな感じだったのかっていうのをご説明したいと思います。はい、でまずパートナーシップをね出せる条件っていうのが横浜市のホームページに載ってて、お互いを人生のパートナーとして互いに協力し合っていこうっていう関係であるっていうことを誓った関係みたいなっていうことを証明するための証明書と証明カードみたいなを発行しますよっていう制度。分かりにくく言うとね、分かりにくく言うと、分かりやすく言うとこう、はい、でこの制度の概要っていう風に横浜市に載ってるのがそれなんだけど、自治体によって多分文言はちょっとずつ違うかもしれないけど、大体こういう感じで婚姻と同じような感じだよね、その人生のパートナーとして協力し合いますかみたいな感じの、で横浜市は証明書とカード両方もらえるんだけど、中には多分カードがなくて証明書だけのところもあったりとかして、金額もね横浜市は無料なんですけど、渋谷区でいうと1人24,540円で2人分で49,080円、公正証書作成手数料とか高っ、そう高いのよ。横浜市は公正証書とかがついてないから効力で言うと渋谷区の方がいいって思う人もいると思うけど、普通に婚姻届にさお金ってかかんないでしかかんなくないって思うとイラッとする。ょ。でしかも公正証書に書いてある内容って婚姻届出すよりも弱い、まあ弱いよね。婚姻ほど強いわけはないよね、効力がにお金を払うわけでしょ。
いろんな手数料とかが足されて書類の費用とかも入ってるから、それでいうと私たちも戸籍謄本2人分で、900円とかって書いてあるのはこれはかかってるか。でそう値段がかかるっていうのも結構なんかどうなのって思って出しづらいっていう場合もあると思うんですけど、自治体によって無料なところと費用がかかるところっていうのがあるので、それは調べてみてほしいなっていうふうに思います。はい、条件ですね。先生の性的少数者や事実婚の2人、性的少数者だけじゃないんだよね。そうだね、何いろんな事情でそう籍を入れてない方向けの証明書っていう感じです。成年に達していること。これも婚姻とちょっと違うよね。年齢がさ、女性だったら16歳、男性だったら18歳っていうのが普通の婚姻届だけど、成人したらなんだね、これは。そうだね。次、横浜市民であることまたは一方の方が市民で他方の方が転入を予定3ヶ月以内にしていること。横浜市民であるか、横浜市に3ヶ月以内に転入予定のある方っていうのがもう条件に入ってるので、住民票がねある場所じゃなきゃパートナーシップで出せないんですよ。なので渋谷区に住んでますっていう方が横浜市のパートナーシップ出したいですっていうのはできなくて、そこに住んでて初めて出せるっていうものになります。なので私たちもねパートナーシップが出したくて、そのパートナーシップがある横浜市に引っ越したんですけど、そうでこの記念日に合わせて出したかったからちょっとずっと待っておいたんだけどね、そこも不便な部分ではあるというか、出せない方も絶対いるから、その自治体にパートナーシップがなくて、この条件結構なんかクリアするのには大変というか、引っ越しが必要になっちゃうかもしれない。確かに。婚姻とは全然違うところだよね。さあ、婚姻していないこと。これ簡単だよね、普通に。これは他の人と結婚してないこと、結婚してないっていう当たり前当たり前だけど、それは婚姻届と一緒。4つ目が宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと。これもそうよね。そうだね。これもそう。他の人とパートナーシップ結んで私が説明しても分かりやすい。うんこれは近親者でないこと。それはそうよね。これも普通の婚姻と一緒じゃない？そうだね。家族間ではできませんよっていう、このぐらいの条件なので、そんなに難しい条件があるわけではないから、住んでる自治体にパートナーシップがあれば出したい人だったら出せますよっていうぐらいの感じにはなります。宣誓方法だよね。これ結構知りたい人多いんじゃないですかね。ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。横浜市だと事前に電話またはメールで宣誓日の予約をしてください。私はその宣誓したい日の1ヶ月前ぐらいにメールで予約をしました。電話だとやっぱりいつだったっけ何時だったっけっていうのがちょっと曖昧になっちゃいそうだったから、メールの方がいいかなって思って私はメールにしたんですけど、電話でもどっちでも3個希望を出せますよって言われて、で午前か午後っていう感じだったから、私は7月15日に絶対出したかったから第2希望までしか書かなかったんですよ。7月15日の午前、7月15日の午後っていうのを第1第2で出して、第3希望なしのまんま出したら思い切った方法。そうで多いと思うよ。だってここの人だけ出しに行くのだってみんなさ、そんな適当にさ、じゃあこの日でいいやとかって。いやでも分かんない。思ったらもう即。どっちでもいいよみたいな人とかは全然第3希望も出していいと思うけど、そんなに混み合うものでも多分ないみたいな気がする。自分の希望は午前午後だけなんだけど、この日に決まりましたよっていうのはしっかり7月15日の14時っていう風に言われたので、14時にここに来てくださいってメールで住所とかも送られてきて、市役所の何階まで来てくださいみたいなそういう案内が来て、で持ち物は何々と何々と何々ですみたいな。電話で予約だとそれは来ないのかな、口頭で言われるのかな。どうだろうね。やっぱメール予約の方がなんか私的には結構安心だったかも。すぐ忘れちゃう。忘れっぽいからあれ何持ってくんだっけとかってなる人にはメールがおすすめです。そうだね、予約状況によりご希望に添えない場合があります。宣誓を希望される日の原則7日前同日祝日年末年始を除く宣誓希望日は3ヶ月前から受け付けます。だから不安な人は3ヶ月前に予約をしてみてください。私は1ヶ月前でも大丈夫でした。 2,3 通やり取りしたかな。条件満たしてますかってさっきのやつを多分聞かれた気がする。私電話もした気がするな。なんか電話もした。身分証明書パスポートで大丈夫ですか。でその持ち物が現住所を確認する書類。そうだね、住民票がある場所じゃなきゃダメだから、それを確認するため
に住民票の写し、現に婚姻してないことを証明する書類、戸籍抄本か、戸籍謄本でも、私たちは謄本持ってたけど、本人が確認できる書類っていうのが免許証、マイナンバーカード、パスポートなどだから顔写真付きじゃなきゃダメだったみたいで、私パスポートが家にない状態だったんだよね、その時。だから電話して聞いたんだけど、保険証とかじゃダメですかみたいな言ったら、顔写真付きの方がいいですって言われたからパスポート取りに行って。当日だった。当日だったっけ。それを取りに行ってから向かうことになったんで、ちょっと事前にね顔写真付きの身分証明書をぜひ用意しておいてください、3ヶ月以内に発行されたものに限りますので、住民票とかはね直前に用意した方がいいかなっていう感じ。宣誓受領書発行による手数料はかかりません。ただし住民票の写しなど提出書類取得に関する手数料は自己負担ですということだから、私たちもその住民票を取るのと戸籍謄本を取るのにはお金がかかったけど、それいくらだったっけ。そのぐらいならいっかぐらいの感じの値段だよね。戸籍謄本が本籍が遠くな、私はここにないから実家の方だから、そこに取りに行く時間もないし、で郵送だと結構2週間くらいかかっちゃうから、だからそういうのもちょっと考慮して事前に用意しといた方がいいものではあるから、両親へのカミングアウトに使ったらいいんじゃないか。そうだね、そのタイミングで来たよね。お母さんにさパートナーシップ出すっていうことは言ってなかったんだよね、パートナーシップを出すから謄本送ってって言ったら、OK だったら来るし、OK じゃなかったら来ないから、そこで来ないか来ないそういうのでこう判断するっていうのもなるほど、周りなんじゃないですかね。交付書類は法的な効力を有するものではありませんっていう注意書きがあります。はい、これ大事よね。婚姻してるのと同じっていうふうに思ってる方もいると思うし、私たちが結婚しましたって言ってるのって、パートナーシップを結んだからだって思う人もいると思うけど、そういうわけではないんですよ、私たちが結婚しましたって言ってるのはその前からずっと言ってる話で勝手に言ってる結婚だから、パートナーシップを結んだからといって結婚したというふうにはならないっていうことはお見知りおきをということでございますね、それでは実際の証書はこちらでございます。ティーンティーンティティーンということで、宣誓日が令和3年7月15日第189号だから、私たちの前に188組がパートナーシップ宣誓を受領しているということでございますね。令和3年8月末現在が204件となってる。おお、これがねホームページに載ってるんですよ、何件。裏はさめっちゃ汚く自分たちの名前と電話番号と住所、汚くはないです。こういう感じでなんか保険証みたいな感じ。パートナーシップ宣誓書受領証明カード。カードだとさ病院とかさなんか気軽にポンってこれ持ち歩くわけいかない、あ、すいません、私たちこういうものですって言ってきてもさ気持ち悪いじゃん。気持ち悪くはない、まあ、気持ち悪いか。だからこれだとさ簡単にね、ここに書いてあるのがこの受領書を提示された方へ、横浜市は一人一人の市民がお互いに人権を尊重し多様性を認め合い共に生きる社会を目指しています。この受領書はお二人が人生のパートナーとして互いに協力し合う関係であると宣誓されたことを横浜市として証明するものです。法的な効力を有するものではありませんが、受領書の提示を受けた方は上記の趣旨をご理解いただきますようお願いしますって横浜市がお願いしてくれるという。ここにも同じような感じ。このカードはお二人が人生のパートナーとして互いに法的な効力を有する、同じことが書いてあるんですね。で緊急連絡先っていうのでお互いの電話番号とかが書いてある。こんな緊急連絡先とか書いてあるさカードとか普通になくない？ないかもないかも。マジあれじゃない？犬じゃん。当日の流れですね。当日はその言われた時間に言われた場所に言われたものを持っていく。すごくなかったのがめっちゃ VIP 待遇じゃなかった？なんかね、なんか私的にはなんかもっと淡々としてるというか、なんかはいはいみたいなイメージだったんだけど、受付で何っていうの入場なんか結構作りがさ頑丈じゃん。頑丈だった。これはねどこかによるのかな。ゲートとかあったし、私の住んでる地元ではそんなのもちろんね、スッスッスッって入ってどこにでも入っていける。じゃあかなりゆるゆる自治体によりますけども、横浜市はその受付で入館証みたいなのをもらって、で上の何階だったか人権課のところに行くんですけど、受付電話みたいなので電話をしてパートナーシップ宣誓に来ましたって言ったら、は
はいそこでお待ちくださいみたいに言われて、お姉さんが迎えに来てくれて、お待ちしておりました、本日はおめでとうございますみたいな感じで、何様なんだろうみたいな感じのもうご挨拶から始まって、女の人2人いたよね最初、で2人の方が個室に案内してくれて、こういうものになって法的効力があるものではないんですけどっていう、今私たちが説明したみたいなことを全部一から説明してくれて、大丈夫でしたら書類の提出とサインもみたいな、その時に説明されたことでいくつかそうなんだって、そこで初めて聞いたこともあったんですけど、偽名って言うと変だな違う名前でも OK というか、性的少数者の方向けの制度っていうのもあって、トランスジェンダーの方とかって全部手術が終わってからじゃなくて性転換して、名前変えるとかってできない方いとかするじゃないですか、でそういう方とかは自分で違う名前を名乗ってる方とかいたりするじゃん、戸籍上と違う名前を使いたい場合はそれもできて、戸籍上の名前はこれだけど使う名前はこれですみたいな風に書く欄もあって、私たちはそのままでっていう感じでした、連携してる自治体っていうのがあって、他はちょっと分かんないんですけど、横浜市は千葉市と連携してるんですよ。素晴らしい。千葉市は千葉市全体がパートナーシップ制度がある場所なので、そこのパートナーシップと制度がこう連携してるみたいで、普通はね市外に出たらパートナーシップは返還する必要があるんですけど、千葉市に引っ越す場合は返還せずに変更手続き、千葉市用のやつに変更手続きだけで OK ですよって。こそ千葉市から横浜市に来る場合もそう連携してる自治体同士だとわざわざ返還しなくても大丈夫ですよっていう説明をされました、千葉市に行くことっていうのがあるかって考えると、全部の自治体が連携してほしいなっていうのがありますところなんですけれども、そのうち多分こう全体的につながってて、全部がパートナーシップ OK っていうふうになるとは思うから、東京都とかはそういうのをそう今ねやってほしいって言ってるみたいなので、そういうのもね大事なポイントで変わっていくのかなって思います。そう、あとさっき3ヶ月以内に転入予定の人っていうのが要件にあったと思うんだけど、そのパートナーシップを結ぶまでは別に住民票を移してなくてよくて、でパートナーシップ結んだ後3ヶ月以内に移した状態の住民票の移しを提出しに行かなきゃいけない、後日、それを3ヶ月以内にしなかった場合は結んだパートナーシップが破棄されちゃうらしいので、お気をつけくださいっていう風に言われたので、パートナーシップ結べたから住民票移さなくていいやみたいなやつたら、それが破棄されてしまうみたいで、雰囲気どうでしたか？めっちゃアットホームじゃなかった、優しいお姉さん2人と個室でおしゃべりしながら書類作成して、でも楽しかったよねみたいなこっちに終わってから言われたんだけど、別に楽しい行事ではないくない？嘘、楽しかったんだけど嬉しいよ、嬉しいけど、そうずっと嬉しかった、嬉しいのだけど、待ち時間っていうものが突然突如大幅に現れるんですよね。その書類作成にかかる時間が1時間あるので、その間自由時間ですみたいな時間ができるんだよね。で私待つっていうことがすっごい嫌いなの。待つっていう言葉もちょっと苦手だから、その間どこ行ってもいいですよみたいな、どこか行かれますかって言われたから、カフェでお茶してたの。ソフトクリームソフトクリーム食べました。横浜市の市役所はソフトクリームがあるカフェがあったから、そこでお茶しながら、それもなんか楽しかったよ、だからそれがあったからアイスをウキウキしながら食べて、ちょっとおしゃべりして戻りましたってで戻ったら、本当に症状を渡す体制よね、お二人はどうのこうのでって読み上げてくれて、おめでとうございますって、高校生以来の経験だった。ありがとうございますっていうそれをやったバカにしてない。いやだから楽しかったの。楽しかった。そう、あれは婚姻届を出す人には絶対味わえない VIP で特別な体験だったなって私は思います。違うこれ横浜市だけなのか。いやでもなんかプライバシーに配慮した先生の仕方をしてますっていうのを結構どこのだから個室自治でっていう体にもそうそう書いてあったから、多分どこも個室は用意してくれて、そういう症状を渡してくれるんじゃないのかなと思うんだけど、そう気を使ってくれてるんだと思うんだけど、それがすごい VIP 待遇って感じちゃった。なるほどなるほど単純に嬉しい。別に楽しくはなかった。本当し
かもさ、なんか婚姻届出してさ、写真を撮りますかって言われることないじゃん。もうむしろ頼むぐらい、ちょっと清水さん写真撮ってもらってもいいですか、うちら人に頼めんの。こうテーブルガンとかしてそう写真撮りますねって写真並んでください。そうこういう写真を撮ってっていうのをやったんですけど、もうその一連の流れがね、何私たち何様なんだろうっていうのが常に思ってたけど、あ、そうなんだ。私たちってそんななんか偉かったんだろう。もう偉いとかそういうんじゃん。私だけそういう感覚だったの、うんなんか他の人よりもビップな待遇を受けたなって、あ、普通に婚姻届出す人よりも。だって個室用意されるってありえる。市役所の中に私たちのために個室用意してくれる。なるほどなるほど。すごくない？ああ、確かに。 3人がかりであ書類を作って渡してくれるセレモニーをやってくれて、あ、確かにね。おめでとうございますって3人ともこう言ってくれて、めっちゃめでたいじゃん私って確かに確かに、それはあるかもしれない。どうだった逆に？何が変だったかってキャリーバッグを持って行ってしまったこと。記念日のね、あの日にそのパートナーシップ出した後ホテルにね、そう行く予定だったから、うん場違いだったよね。だから変なやつでどこからいらっしゃったんですかそう見たらみたいなあ、近くではありますすいませんみたいなそれが一番印象に残ってること。パートナーシップを出そうかどうしようか悩んでる人にはぜひね体験していただきたいですね、このだから確かに認められたな感みたいな、私たちはあなたのこと認めますみたいな直接言ってくれるわけだから、それはすごいなんか、あ、すごい後ろだってできたなみたいな。後ろだって周りにカミングアウトしてない人たちでも個室だしさ目立たないし行ってみるのもいいかもなって思う、まあ効力とかねいろいろなくてどうなのかなって思う人もいると思うけど、私たちは出してよかったよね。楽しかったしいい思い出になったし、出すことによって同性カップルのみんながこんなにいっぱいいるんだよっていうのがこう徐々に広まっていくことによって、国に知らせるというか、そうで同性婚にやっぱり近づいていくっていう部分もありけりだとは思うので、ぜひってこうすべくすることもないんだけどいいんじゃないかなっていうのも思いました。はい、こんな感じでね、はい、私たちのパートナーシップ先生の様子と感想、感想説明でした。はい、まあ参考になったよ、そんな感じなんだって思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして私たちは SNS もやってますので Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。バイバーイ。バイバーイ。私たちが受けた私たちが結んだのがお互いを人生のパートナーとして宣誓書とカードがもらえるよっていうこと。人生のパートナーとして宣誓書としてカード、そうだよね、はい、書いてあるね書いてある。相互に協力し合う関係であることを宣誓した読みすぎじゃん性的少数者横浜市がそれとそれを交付する制度。それとそれを交付する制度。まあ一応そのホームページにね概要として載ってるのが、